自由党の玉城デニーです。今日の最後の、質問になりますが、どうぞ、関係省庁、今日は、法務省にも来ていただいておりますので、後ほど人権問題について、質問をさせていただきたいと思います。ハーグ条約に関する件から質問をさせていただきます。両親の離婚などで一方の親が無断で子供を国外へ連れ去り、残された親が会えなくなるというその問題を解決するための取り扱いを定めているのがハーグ条約ですが、1980年、オランダのハーグ国際司法会議で採択され、83年に発効、そして本法、我が国は2014年4月にハーグ条約に加盟しています。発効から実に30年が経過して、条約に加盟したということですが、さて、実は沖縄でですね、こういう事例がありました。ご紹介いたしますと、沖縄県内に住むお母さんから、米国人のお父さんの両親と暮らす1歳9ヶ月の娘の返還について、この母親から2016年10月にアメリカのフロリダ州連邦地裁へ申し立てを行った件で、フロリダ州連邦地裁が現地2月17日付で、この母親側の請求を認め、子どもの返還を命じる決定を下しております。これは3月1日に沖縄での地元紙ですでに報道されている内容です。どういう状況だったかということを少しご説明をさせていただきますと、この母親は2014年5月、在沖米陸軍所属男性と結婚をし、翌15年3月、男性の勤務地移動に伴って米国に渡りました。その折、妊娠中だったんですが、その妊娠中にドメスティックバイオレンス、DV を受けて帰国をします。帰国した後、7月に娘さんを出産いたしました。ところが、その年の10月に父親の親族の結婚式の出席を求められて、再び渡米いたします。その際、自分と娘が妻から DV を受けているという父親による虚偽の告発で、母親が逮捕され、その娘さんは父の両親に引き取られ、その娘さんのパスポートは父親が保管しておりました。で、父親側がフロリダ州の裁判所に娘の親権を主張する訴えを起こし、認められ、以降、母子がそれぞれ別々になっていたんですね。その後、母親からハーグ条約に基づいて、2016年10月に、その娘さんの引き渡しを申し立てていたもので、この、フロリダ州連邦地裁は2月17日付でその母親側の請求を認めたということであります。母親側の代理人によると、本法、日本がですね、このハーグ条約に加盟してから沖縄県内から返還申し立てが認められたのはこの件が初めてだということも報道されています。関係者によりますと、条約について、ハーグ条約については実際にその当事者にならないと内容がよくわからない。今回のケースは結果的に裁判で認められたことで、弁護士の力によるものが大変大きいと思うが、弁護士の誰もがまたハーグ条約に詳しいわけではないと話しております。家庭内暴力などが原因で結婚生活が破綻した場合、子どもの処遇が深刻な問題となることは多いんですが、国境を越えた子どもの連れ去りは、言葉や生活環境などから見ても、子どもに与える影響は非常に大きいということはもう、考えられることであります。そこでお伺いいたします。ハーグ条約の締結、2014年の4月以降、加盟後現在までの、我が国におけるこの条約関連の取り扱いなどの件数や、あるいは成立した件数などについて、お聞かせください。農家領事局長。お答えいたします。平成26年4月1日にハーグ条約が我が国について発効して以降、本年3月1日までに中央当局が受け付けた援助申請件数、これはこの返還に関わるものと面会交流に関わるものがございますが、合計いたしまして233件ございます。このうち、これまで日本と他の締約国との間で、この返還が実現した件数は36件であります。内訳といたしましては、日本から外国への返還が19件、外国から米国への返還が17件であります。
外国から日本への外国今米国と言って外国から日本への返還が17件であります。失礼いたしました。玉木君。はい、ありがとうございます。このように、ハーグ条約締結後、実際にその物事が進んでいくということは非常に重要なことだと思いますが、このハーグ条約締結の際に、では整備された国内法などについて、関係法令の説明をお願いいたします。農家領事局長。我が国がハーグ条約を締結するに際しまして、同条約の実施に必要な国内手続き等を定めた国際的なこの奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律、いわゆるハーグ条約実施法が制定され、ハーグ条約の我が国に対する発効日である平成26年4月1日に施行されました。ハーグ条約実施法は、中央当局として指定された外務大臣の権限等を定めるとともに、この返還申し立て事件の裁判手続き等を定めております。また、ハーグ条約実施法施行に合わせて、関連性省令も制定されております。玉木君。実施法およびその関連の、法案が、制定されているということで、徐々にその、いわゆる国内のさまざまな、引き去り、引き連れなどについても、対処していくということが非常に重要だという方向は、気を一にしているというふうに、考えております。このハーグ条約の場合は、相談者がですね、それぞれ移動や、あるいはそのさまざまな実費が出るということで、もう問題は持っているけれども、いかんともしがたいという物理的な、また現実側面もございます。この相談者の支援における財政的な支援、件数、内容、金額など、教えていただきたいと思います。農家領事局長。中央当局であります外務省は、ハーグ条約の趣旨目的に鑑み、ハーグ条約実施法に基づく援助申請事件の当事者等のうち、援助申請を自ら適切に行うことが困難な者に対して、公募を選定した弁護士による援助申請書作成等にかかる支援を平成27年度から外務省予算で実施しております。この支援は、我が国からの連れ去り事案でも、我が国への連れ去り事案でも対象となりますが、対象者は、本件支援業務の委嘱を受けた弁護士から、合計6時間を上限として、日本語または外国語で援助申請書の作成方法にかかる助言等を受けることができます。本年3月1日時点までに10件の支援を実施しております。玉木君。先ほど、かなりの件数がですね、成立していると、かなりの件数というか、相談件数が233件、返還が成立したのが36件ということですが、支援の相談が10件というのは非常に少ないなというふうに思いますけれども、そこはさらなる拡充を、ぜひお願いを申し上げたいところであります。ハーグ条約について、最後にお伺いいたしますが、この相談者が、例えば、外務省のホームページなどを見て、この連れ去りについての相談を求めたいという場合に、申請書類の手続きなどは、若干煩雑ではないのかなというふうに、思われます。ですから、例えば沖縄では1972年の復帰前からも、この連れ去り、子どもの連れ去りについては、取り組んできた経緯などもありますが、その場合にはやはり、市町村でありますとか、あるいは、県の、当時は沖縄政府のですね、そういう窓口などでの相談受付が、多かったというふうに聞いております。相談者が居住する行政体との、それでは、外務省本邦中央との連携に関する取り組みについて、どのようにお考えか、お聞きしたいと思います。小田原外務大臣政務官。中央省庁当局である外務省は、毎年、各都道府県等に対して、ハーグ条約に関するセミナー開催の希望の有無に応じて、各地の地方自治体、婦人相談所を含む DV 被害者支援機関、入国管理局等に職員を派遣し、セミナーを開催をしています。また、外国に連れられた親が警察に相談する場合もあることから、平成28年度からは各地警察等に対しても、同様のセミナーを開催しています。
さらに外務省はハーグ条約に関するパンフレットを作成し、地方自治体等に対し、窓口での配布や、この外国への吊り去り等にかかる相談があった場合等に活用するために、これを送付しているところであります。玉木君。はい、ありがとうございます。では